1864年、京都に潜伏していた尊王攘夷派が新選組に襲撃されました。池田屋事件です。この事件によって尊王攘夷派は多くの同志を失って激怒、京都へと押し寄せてくるのでした。はいどうも皆さんこんにちは。今回は金門の変についてお話ししていきます。金門の変というのは幕末の京都で起こった戦いです。この戦いによって長州藩は御所に向かって発砲したということで朝敵、つまり朝廷の敵と認定されます。これがこの先行われる長州征討へとつながっていくのです。それではまず長州藩はなぜ御所に向かって発砲したのかということを話すために前回までの振り返りから始めていきましょう。この頃の日本は大きく分けて尊王攘夷派と皇武合体派に分かれていました。この時京都を支配していたのは尊王攘夷派。しかし彼らは皇武合体派によって京都を追い出されてしまいます。もちろん尊王攘夷派も黙ってはいられません。勢力回復を狙って京都に潜伏していくのですが、その潜伏先を新選組に襲撃されます。これが前回の動画でお話しした池田屋事件です。結果は新選組の圧勝。尊王攘夷派はたくさんの仲間を失ったのでした。さて、仲間を失って黙っている尊王攘夷派ではありません。仲間の敵を討つため、そして勢力を回復するために京都へと兵を動かし始めます。中心となったのはもちろんですが、尊王攘夷派のトップを走る長州藩、その中でも三家老と呼ばれる増田上門之助、福原越後、国西信濃という長州藩の家老3名が続々と軍勢を率いて上洛していったのです。さて、そんな京都がこの時どのような情勢だったかを見ておきましょう。もちろん朝廷内部の情勢は尊王攘夷派を追い払った後なので、皇武合体派が力を持っている状況でした。しかし京都の民衆は追い出された長州、つまり尊王攘夷派に好意的だったのです。なぜなら通商条約が結ばれて以来、日本の経済は混乱しており、様々な物の価格が上がっていたからです。そうなると民衆としては、外国のせいで物価が上がった、外国のせいで生活がきついと考えます。なので外国を追い払うと言って攘夷を掲げる長州藩はいいやつで、それを鎮圧しようとする京都の警察、つまり会津藩は悪いやつだと考える人が多かったのです。そのような状況だったので、たくさんの藩や民衆、公家たちが長州を支持、会津藩は孤立して絶体絶命の状況に追い込まれてしまいます。幕府に頼まれて京都の治安維持をしていただけなのに、たくさんの人々から敵視されてしまった状態で長州藩が京都に攻め込んでくるという絶体絶命の状態に陥ってしまいました。そんな絶体絶命の会津藩を救ったのが孝明天皇でした。孝明天皇は会津藩はよくやってくれたと言って8月18日の政変を改めて肯定。長州藩を追い払ったのは私の願いであったと改めて表明したのです。さらに朝廷は一橋慶喜に対して武器を携えて多数の兵士が京都に入ってきているのはけしからん。長州が京都から退去しない場合は追い払えと命令を出します。この間も長州は京都周辺に続々と集まってきており、山崎の天王山、佐賀の天龍寺、伏見の長州屋敷に陣を構えて、日々京都周辺の状況は緊迫していきました。長州は入京許可を願いますが、朝廷はもちろんですが許可を出しません。そしてついに長州勢は会津藩を討伐する。長州藩が朝敵になったのは冤罪だと主張して3方面から一斉に進軍を開始します。迎え撃つのは将軍後見職を辞任して禁裏御守衛総督、つまり御所の警備をする役職になった一橋慶喜です。こうして始まったのが金門の変です。3方向から京都へと攻め込んだ長州藩でしたが、彼らの目標は御所の中にいる会津藩主の松平片盛です。つまり自然と長州藩は京都御所に向かっていくことになります。佐賀方面から出発した部隊は二手に分かれて警備をすり抜けましたが、伏見方面から出発した部隊は手勢に囲まれて作戦は失敗、山崎へ敗走していきました。そして山崎方面から出発した部隊は順調に北上、数に勝る幕府軍を相手に奮戦し、幕府軍に阻まれながらもその軍勢を蹴散らしながら御所近くまで進行しました。こうして長州藩は
南と西から御所に到着していく形となります。一方御所の西側は中立売御門を筑前の兵、浜栗御門を会津の兵、下立売御門を桑名の兵が守っているという状況で、南にある境町御門は越前の兵が守っていました。このような状況に長州藩が到着するのです。西からやってきた長州兵はそれぞれ門の護衛を攻撃、長州兵が優勢となり御所内に侵入することに成功します。しかしそこに現れたのが薩摩の軍勢、彼らによって長州藩兵は押し戻されてしまいます。これに対応すべく長州藩は浜栗御門に集結、会津、桑名、薩摩、長州の軍勢が入り乱れる最大の激戦地となっていきます。現在も浜栗御門は残っており、その時の激戦の様子を伝えるような弾痕が残っていますので、京都を訪れた際はぜひ一目見ておくといいと思います。最終的に西側の戦いは長州藩の敗退、諸藩の軍勢は南側へと移動していきます。そんな南側はどうなっていたかというと、長州の軍勢が到着したら越前の兵が門を守っているのが見えたので、彼らは近くにあった高塚査定へと入り、ここで抵抗を続けていきます。対する会津の兵は九条邸へと入り、ここから長州藩のこもる高塚査定を砲撃しました。この砲撃によって兵が崩壊、長州軍は敗北しました。敗北を悟った長州藩士の草加玄瑞は燃え上がる高塚査定の庭で寺島忠三郎と差し違えて死亡。この戦いによって発生した炎は北東の風により延焼し、京都は火の海となっていきます。戦闘自体は1日で終わったものの、火災は3日間続いており、京都洛中にあった2万8000軒の家が焼失し、下京の町はほぼ全焼、鴨川の河原には避難民が満ち溢れるという大惨事になりました。尊王攘夷派の軍勢の中には牧泉という指導者もいました。彼は山崎まで逃げ延びることに成功しましたが、追討軍がやってきたことにより負けを悟って覚悟を決めます。天王山で追討軍を見下ろしつつ、そこで自害。今もそこにはお墓が残っています。このようにして長州藩を筆頭とした尊王攘夷派は失地回復どころか敗北、御所に発砲したことで朝敵となり追撃されていくことになっていきます。さて、いかがだったでしょうか。こうして尊王攘夷を掲げた長州藩は壊滅的な被害を受け、再び京都から追い出されてしまいます。さらに長州藩を追い詰めたのが、御所に発砲したことで朝敵扱いされるようになったことです。こうして朝廷が幕府に長州藩の討伐を命じ、長州は絶体絶命となっていくのです。ということで、次の動画では第一次長州征討と下関戦争についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。